左手取りのバングルには、さっきも言った通り、次元起爆装信機が仕込まれている。これは、体内の小型爆弾を炸裂させるためのタイマーのようなものだ。それが作動する条件はたった一つ。ナンバリングドアを通過すること。誰であれ、このデータをくぐれば、無条件にタイマーが作動を始める。タイムリミットは81秒。何もしなければ、それは81秒後に、体内の小型爆弾に向かって疑惑霊言を発信する。停止させるには、レッドで認証を受けた者全員が、レッドでも同じように認証を行わなければならない。レッドでの認証も、装置の脇に取り付けられたレバーを下げれば、タイマーは直ちに停止し、カウントも初期状態へとリセットされる。無論、レッドで認証を受けていない者が、レッドで認証を行うことはできない。したがってその人物がデータをくぐれば、それから81秒後には、確実に爆死することになる。ところでナンバリングドアは、それが開かれてから9秒経過すると自動的に閉まる仕組みになっている。この扉が閉まらない限り、レッドは機能しないので注意するように。最後に、番号を外す方法について教えよう。それは2つしかない。1つは、この船から脱出すること。もう1つは、心拍数がゼロになること。外に出るか、はめている人間の心臓が停止すれば、バングルは自動的に外れるようになっている。これ以外のいかなる方法によっても、バングルを外すことはできない。無理やり外したり、送信機を破壊したりした場合には、体内の小型爆弾は、速やかに炸裂する仕組みになっている。さて、君に教えられる情報は以上となる。この情報を生かすも殺すも君次第だ。うまく活用すれば、序盤の段階で邪魔者を排除することも可能だろう。健闘を祈る。要約すると、つまり、レッドで認証を受けたチームだけが、ナンバリングドアの先へと進める、ということか。チームメンバーは一人欠けてもいけないし、もちろん増えてもいけない。レッド、デッド、バングルは、そのルールを守らせるための装置。いわば、ジャッジのような存在なんだろうな。くそ、爆弾だなんて冗談じゃねえ。出てこいよ、クソが。この腹の中に爆弾が。それにしても、ゼロはどうしてこんな馬鹿げたゲームを。なあ、もう一度だけ聞かせてくれ。本当に、ゼロについて心当たりがある奴はいないのか？実は俺、ゼロの姿を見たんだよな。拉致られた時に。だが顔はわからなかった。あの野郎、ガスマスクをかぶってやがって。あれ？なんだよそのしらけた反応は。もっとこう、なんかないのか？驚いたりとかそういうの。それなら私だって見たわよ。ああ、私もだ。私も見たよ。マスクの中はわかんなかったけど。あのガスマスク、心臓に悪いですよね。え？つまりは、全員拉致された時の状況はほぼ同じだったってことだな。場所は事実。時刻は深夜。ゼロとおぼしき犯人は、ガスマスクをかぶっていた。白い煙を吸い込んで意識を失った。そして気がつくと D デッキの船室。三段ベッドのある部屋に横たわっていた。と。セブンは？そういえばセブンはどうだったんだよ。俺か？
俺もまあ、お前らと同じようなもんだよ。それはまあ、ひとまずいいとしよう。それよりも、ニルス、四つ葉、二人同じ部屋で拉致されて、同じ船室で目覚めたって、どういうことだよ。お前ら一体、どういう関係なんだよ。私たち、兄弟なの。兄弟？そう、兄弟。ニルスがお兄ちゃんで、私が妹。って言わなくてもわかるよね。そういうことだ。そんなに驚くことかな。そりゃ驚くだろうが。どうして？顔見知りだったら、他にもいるじゃないか。ほら、そこに。私と俊平くんのことですか？ああ、そういえば言ってたな。二人は幼馴染だとかなんだとか。確か、小学校が同じなのよね。ええ、まあ。それは、そうだが。なあ、それって、ゼロの正体を突き止めるための手がかりになるんじゃないのか？ああ、そうだな。被害者の接点をたどれば容疑者につながる。犯罪捜査の常識だ。淳平くん、紫さん、何か思い当たることはないの？思い当たること？思い当たることですか？例えば、大富豪の御曹司が生徒の中にいたとか。大富豪の。御曹司？船を丸ごと一隻使って、こんなゲームを仕掛けてきたんだもの。ゼロにはよほど財力があるとしか思えないわ。ああ、それはどうだろう。私は何らかの組織による犯行だと思うがね。ゼロというのは、その代表者か象徴みたいなもので。組織ってのは？軍だとか研究機関だとかいろいろあるだろう。これはもしかしたら何か心理学的な実験なのかもしれない。だとしたら、よっぽど狂った実験だな。人が一人死んでるんだぜ。ゼロが何者なのかはわからねえが、頭のイカれた野郎だってことは間違いない。仮に複数なら、もちろんそいつら全員がだ。だからそれはもう終わった話だろう。だが、それなら一体どうすれば？それは、ちゃんと話し合ってから。これ以上何を話し合ってんだよ。ここでああだこうだ言い合っても、結局何一つ脱出への手がかりなんざ見つかってねえじゃねえか。なあ、本当にいいのかよ、このままで。俺たちに残されたのは、あと7時間半。与えられた9時間のうち、すでに1時間半も使っちまったんだぞ。そう。ね。やむをえんな。先に進むしかあるまい。ゼロの言いなりになるなんて、腹渡が煮えくり返るほどムカつくが。まあ、このままじっとしててもしょうがないしね。ニルスのカードのおかげでどうすればいいかも分かったし。ああ、ルールさえ守っていれば、きっと大丈夫。何も起こらないだろう。でも、なんだ？誰がどっちの扉に入るんですか？ああ、そうか。一箇所に入れるのは最大でも5人まで。8人全員で入ることはできないから。二手に分かれるしかなさそうだ。ちょっと待って！先に言っとくけど、私は5の扉には入らないからね。おいおい、わがまま言うなよ。わがままだろうとなんだろうと、絶対に嫌！あの血だまりの上を歩くぐらいなら、私はここに残るわ。やれやれ。せっかくみんなでまとまりかけたって時に。悪いが俺もごめんだな。5の扉はパスだ。おいおい、サンタまで何を言い出すんだ。この靴、買ったばっかなんだよ。あのキモいおっさんの血で汚したくないんだ。お前な！そもそも最初に先に進もうって言い出したのはお前なんだぞ！あ？知らねえよ、そんなもん。俺は最初から4の扉に入るつもりだったし。参ったな、こりゃ。わかったよ。それじゃあ、
俺が5の扉に入ろう。と言っても、一人だけじゃどうにもならねえ。誰か一緒に来てくれる奴はいないか？